こんにちは、ひかりです。さあ、今回はね、ドラゴンボール動画になります。なんか昨日結構いろいろドラゴンボール関係のものをゲットしてきたので、紹介していこうと思います。まずはね、これかな。プライズ品、UFO キャッチャーの景品のフリーザゲットしました。これもう開けちゃってるんですけど、UFO キャッチャーで取りましたね。買ったとかじゃなくて今回は。UFO キャッチャーでね、800円かかりましたということで。出陣シリーズかなのフリーザ。第1形態だよね。第1形態ですね。今回のフリーザね、なかなか、やっぱこの出陣シリーズおすすめ。特にセルとか良かったんだけど、これね、指の場所が、僕のはちょうどいいとこにあるんだけど、鼻ほじってるみたいな位置になっちゃう場合、なってるものもあるみたいで、それはね、ちょっと修正が必要みたいですね。自分でね、ちょっと角度変えればいけるんだけど、スカウターつけて、これできいいよね、やっぱね。てかもうさ、一番くじのクオリティともう変わんないというか、台座がちょっと違う。今回これはね、台座なしなんだけど別に。もうクオリティがやばいね。もうフィギュアとしてもうね、なんかある程度のレベルにはもう来た気がする。だからここ何年か、正直レベル変わってない気もするね。うん。でももうなんかある程度の頂点には来たのかなって。また今度ね、技術革新とかあればまたぐっと伸びるんだろうけど、今はこれでもう大満足。フリーザね。はい。今ね、ドラゴンボールね、また見始めてて、一番最初のドラゴンボール、少年編かなの方をね、今見てますね。もうね、修行が終わったとこまで見ました。昨日一気に見た。はい。ということで、UFO キャッチャーの景品の出陣シリーズのね、フリーザを UFO キャッチャーで、ギーゴっていうね、ゲームセンターで撮りました。限定商品とかもあるお店なんですけどね。さあ、そしてね、今日は今日曜なんだけど、土曜日、昨日発売になったドラゴンボール一番くじをやってきたんだぜ。今回のはね、フィギュアが多かったけど、正直、超当たりだ、このフィギュア超当たりだなっていうのはないんですよ。でもね、なんだかんだね、プーアルウーロンとかはね、高騰してたり、父も高騰してるみたいね。で、今回何がいいかっていうと、フィギュア賞が多いんですよ。こういう F 賞に、このドラゴンボールアーカイブスっていう、ミニフィギュアの賞があるんで、外れがちょっと減ってるっていう感じはしますね。クリアファイルとかタオルばっかじゃきついじゃん。うん。で、今回このね、僕ね、今回引いたのは、最初2回引いて解消2回、で、その次4回引いたら、そのうち2個がね、この F 賞のドラゴンボールドラゴンアーカイブスかっていうやつでしたね。で、全4種類ですね。ジャッキー・チュンと、これ亀仙人なんでしょで、トニンジンカ。はい。初期に出てきて、僕もエピソード見ました。トニンジンカ。こいつが触ると、みんな人参になっちゃうっていうね。で、父のブーメランが刺さった亀仙人。こういうシーンもあるんですよ。これはでも漫画の方らしいですね。で、まだ僕これ見てないんだけど、悟空のサルケンっていうのかなこれまだ見れてないんですよね。これわかんないんだけど。で、中身がわかんなくて全4種なんで、重さで若干違うものを2つ選んだんですよ。ただ帰ってきてみたら、あれ重さ一緒かなと思ってちょっと不安だったんだけど、2個ね、ゲットしました。まず一番重かったのはやっぱこれでしたね。トニンジンカ。はい。親分っていうか、3人組だったけどね、結局。我がウサギ団に逆らったやつはどこですかっていうね。悪いやつですよね。あ、後ろこうなってるんだって。みんなこの手の感じなんだね。で、僕のちょっと初期傷というか、この塗装移りみたいなのがちょっとあったんですよ、これ。これが残念だった。でも重くてちゃんとしためっちゃ出来のいいフィギュアなんで。これ当たりだね。うん。トリンジンカ。で、もう一個ね、若干こっちの方が軽かったの。若干ね。これね、ジャッキー・チュン。優勝したもんね。で、このシーン見れてないんだけど、はい、これからね、多分亀仙人が化けてる、なんか出場したらしいですね。やっぱ亀仙人ね、初期は強いですね。というね、2個でした、今回。これが F 賞の、ドラゴンアーカイブスのフィギュアで、他にもね、もちろん、正確に言うと全10回引いたんですよ、簡単に言うと。2、4、4って引いて。はい。でね、回数で言うとまだあってね、これかな。はい。アクリルスタンド系もあって、選べたんだけど、僕はね、フルから3回だけ引かれてて全部解消が3回引かれてるっていう状態から10回引いたんですけど、これも選び放題ではあったんだけど、一応ね、初期の仲間全員かな。はい。ヤムちゃんもいますね。で、ウワルト。
ウーアルじゃないや、プーアルとウーロンとブルマと仙人で、悟空ということでね。これと、あと一応シェンロンうちいないんで、ショーケースに。シェンロンフィギュア欲しいけど、なかなかでかいからね。シェンロンの代わりにシェンロンを選びました。はい。アクリルスタンド、シェンロンでしょ。で、ちょっとフリーザどいてもらって。で、これはちょっと外れしようかな。クリアファイルとかもあったのかな。選べたんだよ。あとメモ帳とかと。僕はノートにして、このね、このシーン見ましたね。キントーンに、父もね、子供の頃の父も乗るってなって、乗れるんだけど、乗るときに悟空の尻尾引っ張っちゃって、悟空がヘナヘナってなっちゃうときのやつの、ノート。ちょっとね、リングノートとかと比べると、ちょっと、シンプルなノートって感じはするんだけど、一応これは外れそうですね。はい。で、今回地味におすすめなのが、このビジュアルシート J 賞。外れなんだけど、こういうね、フィギュアの背景として使えるんじゃないかなと思って。これピラフの、城ですね。大猿悟空がぶっ壊したピラフの城です。はい。これもフィギュアの背景にいいかなと思って。背景に使えそうな2個を選びました。カメハウス。やっぱこれが一番いいね。これが一番いい、カメハウス。で、他には、あと何当たった？タオル当たった気がするの、タオル。タオルも2個もね、当たったんですよ。相性ロングタオルで、まだ父と悟空ですね、これはね。の、ロングタオル。で、これはね、悟空いっぱい食べてる悟空ですね。ロングタオルの2個を選びました。そして、10回引くと確率的には、全80個かな。で、フィギュアが8だっけとかなんで、大体ね、1万くじって10分の1はフィギュア引けるようになってるんですよ。だから10個引くと1個フィギュアゲットできなきゃいけないんだけど、フィギュアゲットしました。ババン。ヤムチャ一番欲しかったのは当たった。ただ、一番欲しかったのはヤムチャだから、僕的には当たりなんだけど、なんていうの、価格的にはやっぱアソートが1個これヤムチャ2個あるんだよ。アソートが。1個しかない父と、あと、プーアルとウーロンのセットがやっぱね、高騰してて、これはね、外れから2番目なんです。一番ね、安くなってるのは、ブルマなんだけど、その次に安いんだよ。なぜか。なのにヤムチャ超いい。一番でかいし、ラストワンの亀仙人以外ではね、一番でかくて、俺はこの荒野を根城にするハイエナ、ヤムチャってもんだって書いてあって。上にもね、鼻くその秘密をそっと鼻くそ。あれこんなシーンあったっけ覚えてないな。これはね、後で開けようと思います。はい。ヤムチャ今回ね、駿河屋で、くじ引きましたね。駿河屋にも取り扱いがありまして。はい、ヤムチャですよ。初期のヤムチャ。やったね。これ嬉しい。ヤムチャゲットできた。てか、ぶっちゃけ一番の狙いはヤムチャだったんで、僕的には大満足だけど、今メルカリで4000円台で買えるっていうね。僕全部で8500円分くじ引いてますから、負けてるよね。ヤムチャ出たのに負けたっていうね。しかもちょっと確率いい。3回分ね、確率が良くなってるフルより、良くなってるところから引いたのに、ヤムチャ1個ってもうできればね、フィギュア2個ぐらいパン、2、3個ね、抜けたらよかったんだけどね。でもね、アーカイブスをね、2個ゲットできたっていうのは強いですね。あとビジュアルシートで、タオルで、これが少なかったっていうのも良かったかな、文房具。文房具も悪くはないんだけど、850円にしてはってとこじゃん。うん。すぐブックオフとかで100円で売られるからね。もしくはくじね、引くのがちょっと辛いなって人は、フィギュア今、ブルマとかこのヤムチャはすごく安いんで、買い時かなと思いますし、アーカイブスはね、どんぐらいの値段になるかわかんないけど、今はそんな高くないんで、これもおすすめかな、買うなら。あとこのビジュアルシートとかはね、100円でブックオフとかで投げ売りされるんで、そこで買って、フィギュアのショーケースの背景とかにするといいのかなって思いますし、もちろんアクリルスタンドとかもすぐ100円になるんで、こういうのも、欲しい方はって感じで、うん。いいんじゃないかな。ただね、今回は正直ね、引かなくてもよかったぐらいの感じではあるんですよ。引きたかったけどね。なんでかっていうと、来月かな、ドラゴンボール大魔の一番くじ第2弾が出るんですよ。そこが本命なんで、そっち頑張りたいと思います。はい。でね、一応ね、本屋さんでこれも買いましたね。ドラゴンボールスーパーカードゲーム、フュージョンワールド。最近僕もね、カードちょっと買ったりしたんだけど、の、公式カードカタログっていうのが出たんですよ。はい。これがね、ちょっと欲しくて買いましたね。
Amazon とかで買おうと思ってたら、なんかちょっと待ってたら、まあ在庫あるみたいなんで買えるんだけど、1、2ヶ月後に届くって書いてあったんで、はい。ちょっと本屋さんに行ったらね、ラスト1個ありましたね。Amazon にもあるんだけどね。Amazon リンク説明欄に貼っとくんで、よかったらアフィリンクなんでよろしくお願いします。でね、これ、付録でカードが2枚かなついてくるみたいで。というより付録のカードももちろんいいんだけど、やっぱりこっちょっと、デザインとか見るのが楽しいかなと思って、まあ雑誌代わりに買いました。値段は高いんだよ。定価で買ったんだけど、1万じゃない、1760円もします。はい。プラス、今回ね、本屋さん、普通に新品の本屋さんで買ったんだけど、最強ジャンプ3月号を買いました。これは680円なんだけど、まあ、大魔とかのね、とか、まあ、付録とか、坂本デイズもちょっと最近気になるんで、はい。怪獣8号はね、途中まで読んでなんだけど、なんか失速しちゃうんでしょ、面白さ。なんかね。で、遊戯王とか。これね、ご飯もいますね、少年期。幼年期 ?4 年期か。でね、18号、17号もいて、みたいな感じで。でね、さっき気づいたんだけど、後ろにね、りょうさんが乗ってた。これは激アツ。しかも、秋元治先生からの一言とかあって。これ、りょうさんいいわ。ベーゴマ。りょうさんと遊ぼうっていう、このコーナーいいよね。もう50周年を来年迎えるんだって。やっぱね、こち亀のこういう雑誌っていうかもうね、もうこち亀、秋元治さんもね、お年で大変かもしれないけど、なんかスタッフが書くでも何でもいいからもう、こち亀を毎週読みたい。毎週読みたい、こち亀。こち亀は無限にストーリー作れると思うんで、よろしくお願いします。付録欄に青の箱のポストカードと、坂本デイズのクリアしおり3枚セットと、あとドラゴンボールスーパーダイバーズのカードと遊戯王ラッシュデュエルのカードですね。スーパーダイバーズとこのフュージョンワールドって違うんですよ。これなんかパックで普通にトレカみたいな、ポケカみたいな遊ぶんだけど、ダイバーズはゲームセンターにある筐体で遊ぶカードゲームなんですよね。イラスト的にはこっちの方がデザインは好きかな、僕は。でも、コレクションとか、あとキャラの多さとか、手に入れやすさとかだとこっちかなっていう。まあ、どっちがいいかな。両方集めてるね、結局。まあ、僕は別にプレイというよりも、コレクションなんで、まあ、だからこういう眺めるのが一番いいなら、このね、雑誌っていうか本でもいいぐらいなんですよ。でも、カードも欲しい。最近ね、大魔面白いからね、大魔系のカードももっと手に入れたいなと思うんですけどね。玉紙とか。先週っていうかまあ、今、撮影日から言うと一昨日なんですけど、のドラゴンボール大魔が超激アツ展開で、ゴマがサードアイつけて、なんか、ちょっとパワーアップして、ちょっとっていうかかなりパワーアップしたんだけど、味方側もね、なんか全員協力、魔人のクードゥも協力と、あと玉神様も協力してくれて、戦うっていうね。激アツ、ピッコロもいるし、もちろんね、悟空、ベジータがいて、あと、パンジー、グロリオ、かなあと、海王神様もいるね。ナハレ。って感じで、激安展開でした。だからね、一番口、ほんと楽しみ、次の。まだフィギュアが1個しか公開されてないのよ。空飛ぶね、シーンがあるんだけど、その時のフィギュアがあるんだけど、それだけしかまだ公開されてないんでね、ちょっと楽しみです。はい。なんで皆さん、まだね、この一番くじね、まだ残ってるとこあると思うんで、はい。今回あんまコンビニにはないんだけど、まあいろんな、ホームページ見れば、売ってる店舗紹介、てか一覧が掲載されてますんで、はい。ぜひね、アムちゃんを狙って、まあでもね、当たりなのはやっぱ父と、ウーアル、またウーアルって言ってるな、プーアルウーロンのセットがやっぱ当たりみたいです。で、ブルマが外れみたい。で、これ辺もいいですし、はい。このね、フュージョンワールドの雑誌と、あとそして本と最強ジャンプのリンクは Amazon リンク説明欄に貼っときます。はい。結構ね、たまに読むと面白いんですよ。最強ジャンプとかも。僕、コロコロは結構買うんですけどね、ジャンプはね、基本買わないけど、たまにね、読みたいとき、まあ安いし、買って読むこともありますね。で、買って読んで、検証か、応募したら、なんかクッション当たったこともあります。はい。なんかほとんどね、ジャンプ今ね、リアルタイムで読みたいのはロボコぐらいかな、僕とロボコ。なんですけどね、僕とロボコは最新刊の、コミックも買ったんですけど、面白いですよ。まあ、てな感じで。今回はね、ドラゴンボール一番くじ、これね、フリーザのフィギュアも、まあね、
2000円もしないと思うよ、中古。今多分1000円ぐらいで買えるんじゃないかな、安いとこなら。もうちょっと待てば、下手したら700円、600円ぐらいになるんじゃないかなと思うんで、このフリーザーなかなか良いです。台座ないから中古でもね、綺麗なのがあれば買いやすいかなと思いますんで、箱なしとかね。このフリーザーはいいよ。これいい。かなり、もしかしたら高騰しちゃうんじゃないかぐらいいいよ。まあでも数出てるから大丈夫だと思うけどね。ヤムチャもいいし、アーカイブスもね、やっぱいいよ。トニンジンか。まあキャラとしては地味だけどね。まあでも、いいんじゃないかな。はい。そんな感じです。今回の動画は以上です。評価ボタンを押してってください。ではまた次回。バイバイ。